れじゃなくていいですか。まあブース紹介絵的にこう。いやちょっと柄が悪いんで、あ、そうっすか。もう緊張しちゃうんですよね。YouTube 引っかかっちゃうかな。ちょっと髪型でチャンネルがバンされるといけないんで。はい、じゃあ、これでね、オーバードーズのブースの方にやってまいりましたということですね。まあ今年もブースを出してユーザーをサポートという形になりますよね。はい。そうですね。これ毎年やってる。毎年オーバードーズレーシングサービス。オイル飲み放題。そうですね。オイル飲み放題。であとはまあ純正部品のまあ無償のサポートだったりとか、あとはセッティングのアドバイス。で、うちのシャーシーに限らず、まあうちの部品を使ってきてくれれば。純正部品で無料のサポートってどういうことですか？純正パーツあるじゃないですか。キットの純正パーツ。それが破損したときはもう無償で提供します。純正です。純正ね。はいはいはい。じゃあすごい手厚いサービスですよね。そうですね。去年もそれありました？やってました。毎年それはやってる。去年僕知らなかったです。あ、本当ですか。樹脂パーツで壊れちゃったとかっていう場合は交換できるので、それは言ってもらえれば大丈夫です。さすがオーバードーズ。やってます、その辺は。はい、じゃあ次はで、ホイール行く？ホイールが新しいやつ、はい、ワーク、まあうちずっとワークやってるんで、はい、ワークエモーションの T7R っていう、はい、でこっちまあありますけど、実車の、6号機、ウェルドうちの100式6号機という車両についてるのがこのホイールなんですよ。いやフォーミュラ D、 フォーミュラドリフトを走ってる、はい、フォーミュラドリフトジャパン走ってる、実車で履いてるホイールをそのままってことですよね。モデルアップした感じで、今回はオフセット7だけに絞って、はい、最初やって、で材料の方も柔らかくして R スペックとしてやります。 R スペックは柔らかいやつ。そうです。最近流行ってますよね。そうですね。まあカラコンとか P タイルだったらそっちの方が、まあ、トラクションというか、まあ、タイヤのグリップ感が出るので、運転しやすいから。アスファルトは硬く見える？アスファルトはちょっとグリップが高いようなところだったら硬い方がいい時もありますけど。でこれが今開発中のバイナリー、そうですね。これがうちの6号機っていうやつですね。はい。これが今、グラフィック新しいデザインにしてなったので、それを、まあ、10分の1スケールに、スケールダウンして、で今はこれまだね試作の段階なので、ちょっとシャープさは欠けるんですけど、まあこんな感じで出来上がる予定なので、この見た感じかっこいいなと思って。そうですね。でほぼフルラッピング。多分、製品になるときはボディ塗らなくてもいけるぐらい。じゃあスケルトンボディにこれ貼っても全然大丈夫です。本当に？でこれがまあ今オプション満載の。そうですね。これが一応フルオプの状態で、今、12月発売予定で動いてるのがこの新しいラックです。穴が1個増えたやつですね。そうですね。内側に穴が増えてパイロットが伸ばせる。そうですね。これ今ついてます。これ今ついてます。これ一番長い状態になってるんですけど、単純に内側に1つ分増えただけなんですけど、そうですよね。まずね、タイロットが長く取れるので、はい、バンプステアが少なくて済むんです。でもう一つは穴位置がこう選べるので、これね穴位置変えるとこう湾曲のねその R が大きくなったり小さくなったりっていう状態と同じ状態になるんです。はい、その辺セッティングできるようにもなるし、まあおすすめは長く取るのが、まあ、僕の中ではおすすめです。はい、でこちらがネックストラップ。でこれが今回去年も販売してましたよね。してました。それを今年デザインを変えてぬいぐるみにぶら下げてもらったりとか。そうです。陽動さん人形とか出ないですか？出ないですね。出ない。辻田人形は出るかもしれない。いいよ、売れそう。売れそう。これも新しいやつでしたっけ？スパイヤー。スパーのプレートはそうですね。これこの間出した新しいやつですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、先ほどですね、予選を見事4位通過した
新じいさんのね、マシンでもちょっと見せてもらいたいと思うんですけども、まあ、新じいさんね、女性の火を消すのが得意な、仕事柄、どんな火でも消すぞみたいな、大丈夫ですか、オーバードーズで。大丈夫です。全然大丈夫です。今回オーバードーズですごい調子良さそうに見えるんですけども、ね、そのマシンをね、ちょっと見せていただきたいなと思います。秘密の鍛錬を。特に秘密というものはないです。はい。ぜひ。どうですか。はい。こちらのマシンになりますよね。はい。塗装する大変なんですけども、これ自分で自分でやりました。すごいですよね。はい。じゃあちょっと中見せてもらっていいですか。マシンがこちらの方になりますね。前にも一遍撮らせていただいたと思うんですけども、やっぱり綺麗ですね。ボディのワークスの人とリアアンプとかですね、みんな中央寄り。そうですね。まあしてるメンバーもいますけど、僕は今のところこのスタイルで、やっぱり綺麗ですよね。ありがとうございます。フローティングモーターマウントに、ギアシステム。そうですね。ギアで、モーターこれアケバンです。そうですね。ジャービスですね。モーターがこれ 9.5 ですか。OD9.5 ですよね。特に変わったセットっていうのは実際ないんですけど、カーペットでここをこうしたとかあるんですか、やっぱり。まあ通常のアスファルトとか P タイルを走る仕様よりは、若干そうですね、リア比をハイの方向に振った程度ですかね。アンプのセットもそんなに極端には変えてませんし。なるほど。いろんなよく上手い人の話を聞くと、基本マシンのセットっていうのはそこまで変えないって言いますよね。そうですね。まあもちろんそこまで作り上げるにはすごい時間がかかってると思うんですけれども、そうですね。切れるところ見せてもらっていいですか。はい、お願いします。やっぱり切れますね。いつもマシンを組むときにこういうところを注意しているっていうのを。動くところはスムーズに動く。でガタを極力減らして、あとはそのビスの締め付けのトルクの統一化といいますか。あとはその対角線とかもあくまでも基本的なことは忠実にということを意識して組んでますし。以上福井の英雄からありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジェイソン、両翼坂口、VS ジェイソン、穂高石島。セクション、きっちりとよし、詰めたよし、このまま詰めていく場所ない。しかし、きっちりと切り返してその後半を取っていきました。入れ替えです。リーダー、穂高石島 VS チェイサー、新人松木。この両者、前で見えるこの石島、そして後ろに入って、ここはノーグリー、きっちりと取ったこの両者からのこの最終ノンファイブ、さあ、どこに強いに逃げていく。さあ、出ていく足を飛ばし、トップ16コースマッチ、判定はいかように出てくるか。さあ、この辺り。さあ、きっちりとさあ、投げられたいくか。さあ、そういったところの差といったところなのでしょうか。
さあ安定